こんにちは。盆栽職人見習いのとしです。今日は盆栽の買い方中級編ということで、高松盆栽の里にお邪魔してます。中級編って言っても初級中級編みたいな感じなので、初心者の方も来れるすごく素敵な場所なので、案内も兼ねてちょっと見ていこうかなと思います。大体盆栽が欲しい人って松が欲しいのか臓器系が欲しいのかなんかあると思うんですよ。別に何もなくて来てももちろんいいんですけど、ここの場合だと結構臓器類は臓器類で固まってちっちゃい小白ももちろんあるんですけど、あらかじめ決めとくとすごく見やすく回れるかなと思います。見せ場あるじゃないですか。僕好きなんですよこれ。見せ場屋。はい。500円ぐらいなんですね。あ、これ500円、550円。それ何物になるんですか？これは多肉系かな。ピンクっぽい花が咲くんですよ。もう少ししたら秋ぐらいだったかな。めちゃくちゃ可愛いです。小豆島見せ場屋、他にも多分あると思うんですよ。小豆島じゃないのも日高見せ場屋、でかいのもありますね。これかりんですね。かりん4万円。なんかでも大きさの割にはそうですねっていう気はします。ちっちゃい小白もたくさんありますね。こっちはもみじとか3000円。綺麗な紅葉になって四季を楽しめるんでいいと思いますね。おすすめです。めちゃくちゃあるな。めちゃくちゃありますね。向こうリンゴありましたよ。姫リンゴ見ます？姫リンゴいくらだと思うんです？どれぐらい大きさ？これぐらいかな。1万円。1万円6600円です。まあとこ言うてしまった。姫リンゴこう実がたくさんあって可愛くないですか？ああ、可愛い。これちょっと赤くなってきてますね。もう秋になったらもう真っ赤になって、それがもっと大きくなって、まあそんなに急激に大きくなるんです。これはめちゃくちゃ大きいですけど、赤と緑のこの色合いが素敵なんですよね。バラ、ちっちゃいバラ、これも花が咲く。これ花物になります。そうですね。花が咲く。800円。はい、880円。なんか値段がはっきり分かるのはいいですね。税込み価格がちゃんと書いてあるんで買いやすいですよ。初心者の方でも買いやすい。あと多分もう種類がめちゃくちゃあるんで、ほんと盆栽始めたばっかの人とかって好奇心が旺盛なんで、あ、これこういう木なんだ、これこういう木なんだっていうのをたくさん見れるので、それだけでも楽しいと思います。来るだけでも楽しいと思います。ピンズ、これ黄色い実がなるんですよ。ちっちゃい。これは全部鉢付きの値段なんですか？そうですね。鉢付きの値段です。1300円。小白の方が安いんですか？ものによりますけど、でもやっぱ小白の方がちょっと高いですかね。高松盆栽のいろんな園の人がここに置いて販売してるんですよ。めちゃくちゃ多いんですよ。ここはゆうすけさんの棚です。なんか初心者が困った時に高松盆栽の里に来て、ゆうすけさんにお声かけすれば大丈夫ですか？召されたんは直せる。召された召されたんは昨日はアドバイスできる。じゃあアドバイスしてくれる人がいるのもやっぱ大きい。大きいですよね。100円とか200円のポットのもあるけど、はいはい、それ買ってもなんか失敗しそうやったら植え替えとかしなくて、ああ、そうですね。植え替え鉢に植え替えないとですもんね。失敗しづらい価格帯みたいなんてあるんですか？人によってもちろん違うんですけど、だいたい3000円ぐらいですかね。僕の感覚で言えばここら辺も結構近いんじゃないですか。3850円とかありますけど、でもこれぐらいの大きさになるよね。小白で3850円。そうですね。やっぱ小白は強いんで初心者の人はおすすめ。これ2200円。であとはこう樹形がもう個性があるじゃないですか。でこの樹形なんかも惹かれるなって思ったのは、いい出会いと捉えて、もしこの金銭的にも自分の払える範囲というかいけそうだったら、もうぜひ買って育ててみたらいいと思いますね。五葉松ってもうザ盆栽みたいな、多分皆さんがイメージしやすい、うわーこれ盆栽だわみたいななると思うんですけど、こういうとこ4400円ですよ。大きいのに宮島五葉松ってお手頃ですよね。で絶対禁止があるんですけど、どこ行ってもこの皮は絶対に触っちゃダメ。剥がれるから。剥がれるから。皮も鑑賞ポイントだし評価されるポイントなんですけど、皮がつくのに何年とか、ここまで来るのに何十年とかかかってるんですよ。なので皮だけはこう絶対に触っちゃダメです。これ触って店の人に見られたら怒られたりしますんで、それだけはやめてください。臓器だと小白よりも若干値段は抑えられるかなと思う。木によって全然違いますけど、平均的な金額で言うとまあ多少抑えられる。でもここら辺は高いですよね。それ相応の値段です。でも3000円ぐらいだといいものも買えるんじゃないですかね。でも小白よりはじゃあ臓器の方がちょっと年数経ってるみたいな感じ。そうですね。おすすめの臓器で見たらもみじとか。もみじはまあその四季を感じられるっていう点ではすごくいいですね。さっきみたいに姫りんごも実がつくんで、なんかこう可愛らしさがあったりとか、
花物は花物でまたその良さもあるし、それより安いやっぱ500円みたいなのとか。もういいんですけど、500円ぐらいだと多分草物とかなんで、まあ別にそれでも始めてももちろんいいんですけど、造形を買う時になんかしっかりした盆栽っていう風になったら2、3000円ぐらいが妥当かなと思います。長寿梅もこれが3080円。それは梅なんですか？これは、ボケっていうわかりますね。ボケの花。はい、もちろん花咲くんですけど、ボケっぽい花が咲くんですね。それって咲くのは冬1年間に何回か咲くんです。それはそのここに今皆さん出てると思うんで確認してください。ここまでは初心者の方向けに結構話してたんですけど、中級編お値段的にもいいお値段がしたりとか、年数樹齢も結構経ったりとか、そういうものがあるんで見ていきましょうか。はい、ここの盆栽の里っていうのはこの棚ごとに金額とか種類ごとで分かれてるんじゃなくて、盆栽園屋さんの棚なんですよ。こっち今中級者でも楽しめる場所っていう風な紹介をしたと思うんですけど、こういう風にポットもあるんですよ。平松さんのとかあるんですか？あるんですけど、確か30番なんですけど、ちなみにこれ貼ってるやつは、僕が今度水戸屋に持ってくるやつ。山鳥の木はもう、いい値段します。16万5千円。これも16万5千円。こういうもうぶっといじゃないですか。めちゃくちゃ高いと思う。約30万。はい、初級編に比べると、ある程度完成されてるっていうのもありますし、枝数も結構豊富なんでいじりやすいんですよね。針金とかもやりやすいし、値段はまあ妥当なんだと思うんですけど、そういう風に自分でいろいろいじるのがまたもう一段階楽しくなるようなものがたくさんあるんで、値段的に余裕があったりとか、もっとこう追求したいっていう人にはおすすめ。もう種類もめちゃくちゃあるんで、ぜひ来てほしいですね。でここ盆栽関係のものもちゃんと置いてあって、鉢も置いてあるんですよ。で鉢もここバーッとあるんですけど、初心者の人からしたらどれ買えばいいのかみたいなのもちょっと迷うと思うんですけど、値段が手頃なのは和鉢、日本の鉢でつながってるから、セット2つで440円。安いですよね。でちゃんとこういう風に穴もあって、こういうのだと多分、始めやすいかなと思います。もちろん中級者向けの鉢もあるんで、そういうのを見ながら自分のこの木、こういう鉢に合うかなとか考えながら見るのも楽しいですし、中級者の方にもおすすめ。いろんな鉢があるんで本当に選びやすいと思います。鉢今見てきましたけど、道具のコーナーもあって、アルミ線もサイズごとにちゃんとありますし、苔もあります。あとはハサミ、道具類もあるんで、もうほんとここ来れば何でも揃います。多分土もあるし、肥料もあるし、肥料あっちにもあるので、危なかった。ここだけで2、3時間でも大丈夫。楽しめます、十分。今回は盆栽を買ってみよう中級編ということで、高松盆栽の里にお邪魔しました。僕が紹介したのはほんの一部なので、ぜひ皆さん実際に来てみて、見て触れて、良さをさらに知っていただけたらなと思います。スタッフの方もいるのでわからないことも聞けますし、安心して見て買える場所になってますので、ぜひ皆さんお越しください。概要欄に盆栽の里の場所とオンラインショップのリンクも貼ってますので、そちらもご確認ください。それでは皆さん、良い盆栽ライフを。バイバイ。